理解説。1969年のテレビ番組ベスト10、懐かしの名作を振り返る。こんにちはみんな。今日は1969年に放送されたテレビ番組ベスト10を紹介するわよ。どんな名作があったのか、そしてどんな影響を与えたのか、振り返ってみるのが楽しみね。おお、1969年か。この年はテレビ業界が激動の時期を迎えて、今でも愛され続けているな番組がたくさん放送されていたんだぜ。その中でも、特に注目すべき10番組を厳選して紹介するぜ。1969年ってどんなテレビ番組が流行ったんだろう？今でも名前が残っている番組が多そうね。その通りだぜ。例えば、あの名作コント番組や人気のドラマ、そして伝説的なアニメ番組がこの年に放送されたんだ。みんながどんな時代だったか知りたくなるくらい、個性豊かな番組が揃ってたんだよ。そうなんだ。それじゃあ、どんな番組が10位に入っているのか、楽しみだね。じゃあこれから1969年の名作番組ベスト10を紹介していくぜ。まずは10位から順番に見ていこう。みんな、ワクワクしながら楽しんでくれよな。第10位、プレイガール。1969年4月から1976年3月。第10位は、プレイガールね。この番組は1969年に放送が始まって、1976年まで続いたんだって。そうだぜ。プレイガールは、当時の日本のテレビドラマとしてはかなり新しい試みをしていたんだ。男性視聴者にはたまらない番組だったな。プレイガールっていう名前の通り、女性が活躍するシーンが多くて、当時としてはかなり斬新だったんだ。ああ、女性が主役で活躍するって、当時は珍しかったの？そうだな。1960年代の日本では、男性主導のドラマが多かったから、女性が主役になるっていうのはかなり珍しいことだったんだ。でも、プレイガールでは、メンバーは全員、国際秘密保険調査員という肩書きを持っていて、事件を解決していくストーリーが展開されたんだよ。なるほど。女性が強い役柄を演じるのは、今では当たり前になったけど、当時はとても新鮮だったんだね。その通りだぜ。しかも、ただ強いだけじゃなく、女性らしい魅力やセクシーさも強調されていて、視聴者の目を引いたんだ。プレイガールは、視覚的にも新しい挑戦をしていた番組だったんだよ。確かに、今でもセクシー系のドラマは人気だけど、1969年にその要素を取り入れたのは、かなり革新的だったんだね。しかもこの番組、ストーリーも面白くて、冒険やサスペンスがたっぷり詰まっているんだ。それに、当時の視聴者にとっては、少し大人っぽい内容だったから、話題性があったんだよ。なんだか、ちょっと大人のドラマって感じがするわね。今でこそ女性が活躍するドラマは多いけど、当時はこういった番組が新しい時代を切り開いたんだろうね。その通りだぜ。プレイガールは、女性の活躍を書いた先駆的な番組として、今でも語り継がれている名作なんだよ。第9位、ヤングを1969年7月から1982年9月。第9位は、ヤングを追うよ。これは1969年から1982年まで放送されたバラエティ番組なんだって。その通りだぜ。ヤング OO は、吉本興業の若手芸人が中心となって盛り上げた番組で、毎週観客と一緒に進行する公開収録形式だったんだ。公開収録形式って、なんだか今の番組でも見るようなスタイルね。その通りだぜ。しかも、この番組は若者の電波解放区って呼ばれて、若者に向けて様々なコーナーを短い時間で次々に見せていったんだ。それは面白そう。若者向けの企画がたくさんあったんですね。例えば、タレントやアイドルの歌とトーク、さらには芸人によるコントや漫才が盛りだくさんだったんだよ。当時の若者たちにとっては、すごく楽しい番組だったんだろうね。実際、吉本興業にとっては、若手芸人を売り出すための登竜門的な番組でもあったんだ。確かに、今も人気の芸人さんたちがここからスタートしたんですね。そうそう。
明石家さんまなんかもここでブレイクしたんだよ。小林茂のモノマネがきっかけだったんだ。すごい。ヤング王は本当に、いろんな意味で歴史に残る番組だったんだね。その通りだぜ。時代を先取りしたスタイルで、若者文化をテレビに届けた名作なんだよ。第8位、タイガーマスク。1969年10月から1971年9月。第8位は、タイガーマスクだね。1969年に放送が開始されて、1971年まで続いたアニメだって。その通りだぜ。タイガーマスクは、プロレスを題材にしたアニメで、実は当時の子供たちだけでなく、大人にも大人気だったんだよ。プロレスって、今でも人気があるけど、当時はアニメで取り上げるって珍しいね。そうだな。このアニメはただのスポーツものじゃなかったんだ。物語の主人公は、タイガーマスクという覆面レスラーで、実は孤児だったんだよ。孤児だったんだ。どうしてそんな設定になっているの？主人公が孤児院で育ち、そこで強くなったんだけど、その背景が深いんだ。タイガーマスクは、悪役レスラーとして知られるが、実はその裏には悲しい過去や、正義を貫く強い意志があるんだ。なるほど。ただのプロレスアニメじゃなくて、人間ドラマが絡んでいるんだね。その通りだ。そのキャラクター設定と物語が、当時の視聴者に深い感動を与えたんだ。タイガーマスクが正義のために戦う姿は、今でも語り継がれているんだよ。その影響力がすごいんですね。でも、どうしてこのアニメはこんなにヒットしたの？それは、やっぱり物語の深さと、子供たちに与える勇気や希望のメッセージが大きいんだ。プロレスが題材だから、子供たちにとっては楽しく見られるし、正義と悪の戦いがわかりやすかったんだよ。確かに、ヒーローが活躍する姿を見ると、子供たちも勇気をもらえそうだね。そうだぜ。タイガーマスクは、ただのエンターテイメント以上のものを子供たちに提供したんだ。その影響力は今も続いているんだよ。第7位、巨泉。前竹ゲバゲバ90分。1969年10月から1971年3月。第7位は、漁船前竹ゲバゲバ90分ね。この番組は1969年にスタートして、1971年まで続いたバラエティ番組なんだ。そうだぜ。ゲバゲバ90分は、当時の日本のテレビ業界に旋風を巻き起こした、まさに革新的なバラエティ番組だったんだよ。革新的な番組だったんですね。でも、どうしてそんなに新しかったの？この番組は、なんといってもその自由なスタイルが特徴だったんだ。司会は、漁船さんと前竹さん。二人とも個性が強くて、番組内では制約をあまりも受けずに、思いっきり自由にやっていたんだ。自由にやっていたって、どういうこと？例えば、当時のテレビ番組って、比較的堅苦しい内容が多かったんだけど、ゲバゲバ90分では、バラエティの枠を超えて、過激なコントやパロディ、社会問題に触れるような内容もあったんだ。社会問題にも触れていたんですね。でも、当時はそれが許されていたんですか？それが、当時のテレビではかなり新しい試みだったんだ。時には風刺的な内容や、ちょっとブラックなジョークも放送されて、視聴者を驚かせたんだよ。それは、今では当たり前かもしれませんけど、当時はかなり衝撃的な内容だったんですね。その通りだぜ。しかも、この番組は、単に笑いを取るだけじゃなく、時には社会や政治についてもメッセージを込めていたから、大人の視聴者にも支持されていたんだよ。なるほど。笑いだけじゃなくて、考えさせられる内容もあったんですね。だからこそ、長く続いたし、視聴者の心に残ったんだ。ゲバゲバ90分は、自由で型破りなスタイルで、日本のバラエティ番組の新しい扉を開けた番組だったんだよ。第6位、秘密のアッコちゃん。1969年1月から1969年10月。第6位は、秘密のアッコちゃんだね。このアニメは1969年に放送されたんだ。そうなんだぜ。秘密のアッコちゃんは、短期間で大きな影響を与えたアニメなんだ。短い期間だったのに、どうしてそんなに影響力があったんだろう？その理由は、
主人公アッコちゃんのキャラクターにあるんだ。アッコちゃんは、魔法の鏡を使って、簡単に自分の姿を変えることができるんだ。変身能力を持つ女の子というキャラクターが、当時の子供たちにとってはとても新鮮だったんだよ。なるほど。姿を変えられるなんて、すごく魅力的なキャラクターだね。しかもその変身が魔法を使うんじゃなくて、鏡を使うっていうのが面白かったんだ。魔法使いっていうイメージがなく、もっと親しみやすいキャラクターになってたんだよ。それなら、子供たちが自分にもできそうだと思えたかもしれないね。その通りだぜ。それに加えて、アッコちゃんは明るくて元気な性格だから、どんな困難にも負けずに立ち向かう姿が視聴者を元気づけていたんだ。確かに、元気でポジティブなキャラクターって、見ているだけで元気が出るよね。そのため、このアニメは子供たちに大人気だったんだ。特に、アッコちゃんが変身して問題を解決していく姿に、視聴者が憧れるようなところがあったんだよ。でも、このアニメって放送されてからの影響がすごかったんでしょう？その通り、秘密のアッコちゃんは、視聴率もすごく高かったんだよ。すごい。最高視聴率は 27.8%。平均視聴率で 19.8% も記録したんだね。しかもこの番組は、魔法使いサリーに続く東映動画制作の魔女っ子シリーズ第2作目で、前作以上にヒットしたんだ。そうなんだ。そして、アッコちゃんの変身呪文って、実はあの言葉だったんだよね。その通り、アッコちゃんが変身するときや元に戻るときに使う呪文の言葉は、実は第1話の脚本を担当した雪室俊一さんが考案したんだ。最初は、テクマクマヤコンテクマクマヤコン〇〇になれって、適当な言葉を入れていたんだけど、そのまま放送されてびっくりしたって話なんだよ。テクマクマヤコンって、どんな意味があるの？実は、テクマクマヤコンは、テクニカルマジックマイコンパクトの略なんだって。それがそのまま定着して、アッコちゃんの名セリフとして今でも覚えられているんだよ。面白い。そしてその呪文が今でも親しまれているってことなんだね。第5位、鬼警部アイアンサイド。1969年4月から1975年9月。第5位は、鬼警部アイアンサイドね。1969年から放送され、1975年まで続いたこのアメリカの刑事ドラマは、日本でも大ヒットしたんだ。そうだぜ。主演はレイモンド・バーで、彼が演じるロバート・アイアンサイド警部は、犯罪者に撃たれて下半身不随になるんだ。それで、車椅子の警部として再び犯罪と戦うってこと？その通り、アイアンサイド警部は、サンフランシスコ市警察の刑事部長だったが、教団を受けて車椅子生活に、しかし所長の行為で嘱託警部として復職し、部下たちと共に犯罪に立ち向かうんだ。その部下たちってどんなメンバーだったの？エド・ブラウン巡査部長、マーク・サンガー、イブ・ホイットフィールドという個性的なメンバーが、アイアンサイドの足となり、彼を支えるんだ。なるほど。そんな状況でもアイアンサイドは負けずに戦い続けたんですね。そして日本語版オープニングの和歌山源三によるナレーションがすごく印象的で、アイアンサイド警部の決意が感じられるんだ。そのナレーション、どんな内容だったの？サンフランシスコ市警察の刑事部長であった私アイアンサイドは、犯罪に限りない憎しみを抱いていた。私を恨む犯罪者の一人は、卑怯にも私を撃った。一発の銃弾は、私を下半身不随の人間にしてしまった。所長の行為から嘱託警部という特別の待遇と、自分の足となってくれる3人の部下を与えられた私は、再び憎むべき犯罪に挑むこととなった。私アイアンサイドは、世に存在する悪を許すことはできないのだ。すごいですね。そして、なんとあのブルース・リーも出演したんですね。そうなんだ。第1シリーズ第7話には、燃えよドラゴンでブレイクする以前のブルース・リーがゲスト出演して、後に話題になったんだよ。第4位、柔道一直線。1969年6月から1971年4月。第4位は柔道一直線だね。1969年から1971年まで放送された、柔道をテーマにしたドラマだよ。そうだぜ。
原作は梶原一騎で、主人公一条直哉の父親は1964年の東京オリンピックの柔道で敗れ、命を落とすが、直哉は車周作の厳しい指導のもと、成長していく物語だ。このドラマ、柔道技がすごくリアルだったんじゃない？技の表現が鮮明で、特に地獄車などの必殺技が話題になったんだ。でも、それだけじゃない。ドラマの登場人物やライバルとの対決も大きな魅力なんだよ。中でも結城慎吾とのシーンが印象的だったんですね。その通り、第54話では結城役の近藤正臣が、ピアノの鍵盤を足で弾きながら猫踏んじゃったを演奏するシーンが有名だ。そのインパクトが大きくて、名珍場面集でも必ず取り上げられるほどなんだ。それ、すごくユニークなシーンだね。さらに、柔道一直線はスポコンドラマの先駆けとも言われていて、そのアクションシーンは後の仮面ライダーのスタッフに影響を与えたんだ。そんな影響力があったんですね。そして主演の桜木健一が試合前に、宮本武蔵の二刀流や赤道鈴之助の真空斬りのポーズをアレンジしたのも有名で、後の仮面ライダーで一文字隼人役を演じた佐々木武史が、そのポーズを真似したというエピソードもあるんだよ。なるほど。アクションシーンだけじゃなくて、そのポーズも後に影響を与えたんですね。そうだぜ。柔道一直線は、柔道だけでなく、ポーズや技、そしてドラマ全体がその後のテレビドラマに大きな影響を与えた名作なんだよ。第3位、コント55号の裏番組をぶっ飛ばせ。1969年10月から1970年3月。第3位は、コント55号の裏番組をぶっ飛ばせだね。この番組、実は1969年10月から1970年3月まで放送されていたんだけど、当時の高視聴率番組である NHK の大河ドラマ、天と地とを強く意識して作られたんだって。そうだぜ。この番組は、日曜日の20時台に最も視聴率を取ることを目標にしていたんだ。そのためコント55号の萩本欽一と坂上二郎が、進行役として番組を盛り上げることになったんだ。番組名にもある通り、裏番組を意識していたんですね。でも、どうして裏番組って言葉が番組名に使われたんだろう？その理由はこの番組がきっかけで、裏番組という言葉が一般的に使われるようになったからなんだ。もともとは業界用語だったんだけど、この番組がその意味を広めたんだよ。なるほど。業界用語が一般にも広がったんですね。それといえば、野球拳のコーナーが有名だったんですよね。その通りだぜ。野球拳は、愛媛県松山市の郷土芸能に由来するんだけど、この番組で行われたのは脱衣のじゃんけんだったんだ。負けた人が服を脱いでいくというルールが大人気だったんだよ。ちょっとドキドキしちゃうルールですね。笑い。でも、この番組での野球拳は一世を風靡したんですよね。その通り、特に野球拳が流行しすぎて、脱衣野球拳という言葉が定着したんだよ。番組内でコント55号自身も参加して、視聴者に強烈な印象を与えたんだ。すごい影響力ですね。でも、視聴率はどうだったの？視聴率は驚異的だったんだ。1969年7月6日の放送では、視聴率 29.3% を記録して、同じ日の天と地との 27.6% を初めて上回ったんだ。そして10月には、番組の最高視聴率 33.8% を達成したんだ。それだけ高視聴率だと、話題になりすぎて番組終了の原因にもなっちゃったんですね。人気の高さが裏目に出て、視聴者から子供が野球拳を真似るなどの苦情も多く寄せられたんだ。それが原因で、番組は1年で終了することになったんだよ。人気が過ぎると、ちょっとした問題にもなるんですね。でも、番組の影響は今でも語り継がれているんだろうね。その通りだぜ。コント55号の裏番組をぶっ飛ばせは、今でもテレビ史に残る伝説的な番組の一つとして、そのインパクトを語り継がれているんだ。第2位、クイズタイムショック。1969年1月から2006年9月。第2位は、クイズタイムショックよ。この番組は1969年から長い間放送され、
視聴者に愛されたクイズ番組だよね。その通りだぜ。この番組の特徴は、1分間22問。5秒ごとに次々と問題が出題されることなんだ。頭脳と反射神経を試す企画がメインで、緊張感がすごかったんだよ。確かに、毎回どんな問題が出るのかワクワクしていたな。特にスタジオの時計台やペナルティが印象的だったよね。回答席が時計台に囲まれて、成績が悪いと椅子が回転したり煙が出るという仕掛けがあったんだ。その演出が番組の象徴となっていたんだよ。そんな演出があったんだ。それにしても、独自の問題形式が多かったんですね。例えば、今何問目といった出題数を問う問題や、逆に冷静に考えさせられる引っ掛け問題が差し込まれて、視聴者を驚かせたんだよ。面白い。例えば、どんな引っ掛け問題があったの？アメリカの総理大臣は誰？という問題にいないが正解だったり、心臓と肝臓毛が生えるのはどっち？と聞かれて、どちらも生えないというようなユーモアを交えた問題が多かったんだ。それ答えを聞いて思わず笑っちゃいそうですね。そうだよね。こうしたユニークな問題のおかげで、クイズタイムショックはただのクイズ番組を超え、エンターテイメントとしても大成功を収めたんだよ。それにしても、この番組は長期間続いたんですね。長い期間放送されて、視聴者の心に深く残った番組だね。特に回答者が失敗した時のペナルティが印象的だったし、番組に挑戦する緊張感が見ている人にも伝わったんだ。本当に緊張感のある番組でしたよね。でもやっぱり引き込まれる面白さがあったんだと思います。第1、8時だよ。全員集合。1969年10月から1985年9月。第1位は、8時だよ全員集合よ。1969年から1985年まで放送されたドリフターズのコント番組だね。そうだぜ。この番組、最初はドリフよりクレイジーキャッツを使うべきだという声もあったんだ。しかし、ドリフが選ばれ、番組は伝説のコント番組になったんだよ。最初はいろいろなコーナーが試されたけど、番組にはいろんなエピソードがあったんですね。その通り、特に4月だよ全員集合や15周年だよ全員集合という特番は、ドリフが進行役となって豪華なコントを披露して、視聴者を楽しませたんだ。そして、印象的なのはやっぱり、怒りや長介の登場シーンですよね。そう、必ず最初のコントを担当し、番組の進行を引き締めたんだ。あの緊張感と、笑いが絶えないコントはやっぱり見どころだった。でも、視聴率はどんどん高くなっていったんですね。視聴率は最高で40% を超えることもあったんだ。当時、最も視聴率が高い番組の一つだったよ。でも、後期には視聴率が下がった理由は？他の番組との競争が激しくなり、ひょうきん族が台頭してきたことが影響したんだ。それでも、全員集合は笑いの作り方で愛され続けたんだよ。最終回も感動的だったんでしょうね。最後のコントでは金田ライが落ちてきて、それをイカリアが受け止めるシーンが感動的だったんだ。本当に歴史に残る番組だったんですね。その通りだぜ。全員集合は日本のテレビ史に名を刻んだ番組だったんだ。総評またはまとめ。1969年のテレビ番組ベスト10。振り返ってみると、本当に多様なジャンルの番組があったわね。それぞれが視聴者に強い印象を残して、今でも語り継がれている名作ばかりだった。その通りだぜ。1969年は日本のテレビ史において、エンターテイメントの新しいスタイルが次々に生まれた年だったんだ。特にコント番組やクイズ番組、そしてドラマが盛り上がり、視聴者に大きな影響を与えたんだ。番組の形式や内容が、今のテレビ番組の土台になった部分も多かったんですね。そうだな。例えば、8時だよ全員集合やクイズタイムショックは、今でも続くような形式の番組を生み出したんだ。時代を超えて愛される番組の礎が、まさにこの1969年に作られたんだよ。本当に、あの頃の番組がなかったら、今のテレビ番組も違ったものになっていたかもしれないわね。その通り、
1969年は、テレビの黄金時代を築くための重要な年だったんだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。